こんにちは、おりんです。今日はですね、ダイソーさんで購入しましたリサイクルコットン 100% ですね。こちらを使いましてサマーセーターを作っていきたいと思います。それでは糸の紹介です。カラーナンバーが RE6 ストーングレーですね。50g 入りの約 120m 入っています。綿 100% ですね。使用針の目安が 3mm から 4mm、6号ということですね。今回は6号で編んでいきたいと思います。はい、作り目173目で作り目をしているんですけども、長さが前が45センチ、後ろが50センチぐらい、95センチぐらい、全長95センチぐらいのものを半分に折り曲げて使いたいと思っています。なので173目で作り始めていますが、長さをもう少し長くしたいとか変更したい場合は3の倍数プラス2名で作り目を作ってみてください。はい、では、鎖編みを173目編むんですけども、今回見本として9プラス2目11目で編みたいと思います。はい、それでは11目編みました。で、立ち上がり鎖3目で立ち上がってって感じになるんですけども、私はこの根元の上に、ちょっと変わった立ち上がりを編んでます。こんな感じで、はい。でこれがね最初の目の頭なので、マーカーいつも入れています。はい。では1段目はずっと長編みを編み入れます。1段目は作り目の裏山を取って長編みを編みます。はい、11目このように裏山を取って長編みしていきたいと思います。それでは11目編めました。本来は173目になっています。ではひっくり返して次、立ち上がり鎖3ですね。はい、私はちょっとこんな変な立ち上がりをしまして、で2段目方眼編み編んでいきます。よいしょ。はい、では鎖1で、長編みの頭を1つ飛ばして123個目の柱の上の頭ですね。はい、こちらに長編みで鎖1で飛ばして、はい、ここに長編み鎖1長編みって感じで方眼編み編んでいきます。はい、もう編めそうですね。方眼は早いですね。はい、で最後の目頭取ります。はい、方眼編みです。173目ですね。はい、では立ち上がり3で編み地をひっくり返して立ち上がりすいません立ち上がり編みます。はい、で次3段目3段目は長編みです。鎖編みを編んだところのこのスペースに長編みを1つ編み入れます。で、次は柱の上の頭に長編み、はい、スペースに長編み、はい、頭に長編み、っていう感じで、はい、ずっと長編み11目編んできます。はい、それでは長編みが編めましたので、また鎖3で立ち上がって編み地をひっくり返します。はい、
最初の目の頭にマーカー入れます。この最初の目の横2個目を飛ばして3目目に長編み入れます。はい、長編みで鎖1してまた同じところに長編みを入れます。はい、V って感じで編めますんで、こんな感じで編んでいくんですけども、次の V からですね、ここを2目飛ばします。この柱2個と飛ばした3個目の柱の頭に長編みで鎖で長編み同じところにこうですね、はい、って感じで2個並びました。はい、同じように2個飛ばして3個目にで鎖で長編みって感じで V を作ります。はい、3個並びました。本来は173目編んでるので、これが57個並びます。この最後の1目は飛ばして、このマーカーが入ってる最後の目に長編みをしてこの段終了になります。173目目ですね。172目目は飛ばして171目目に2本入ってます。はい、では、鎖3で立ち上がって編み地をひっくり返します。はい、で最初の目の頭、鎖3つ目のところですね。はい、次は玉編みをしていきます。この鎖1で飛ばしたここに玉編みを入れていくんですけども、ここですね、長編みの未完成を3回して玉編みって感じで編むんですが、その両サイドは鎖で飛ばしますんで、ここは1個だけ鎖を編んで引っ掛けてこの穴にスペースですねできて2本引きます。今2本入ってる状態で、またここで引っ掛けて持ってきてで引っ掛けて2本通す。はい、3本通しました。3本通ってます。でまた引っ掛けて入れて持ってきて2本通します。はい、では4本針にかかっている状態でこれを一気にいきます。これで玉編みができましたんで、鎖を2回します。2目目は次の段で編む時にちょっときつくなってると編みにくいので、ちょっとゆったりめにしています。では同じように鎖2目で飛ばしたら、また真ん中、この真ん中に玉編みを3目の玉編みをやっていきます。はい、4本いっぺんですね。たら2回鎖をしてまた引っ掛けて、よいしょ。はい。でここ最後ですね、171目目、これを57回目ですね。でここ172目で173目なんですけども、ここは1目なので鎖を1回してで長編みをこのマーカーに入れます。はい、玉編みできました。はい、では鎖3で立ち上がって編み地をひっくり返します。鎖3個目にマーカー入れます。はい、ではこの玉編みの段の上には方眼編みを編みます。なので鎖1で飛ばして2個目ですね。ちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、ここが2目目で、この玉編みの上が3目目で、ここが4目目
5目目っていう感じで続いていくんですけども、この1つ目を飛ばして1個目はこの玉編みの上、こちらに長編みします。はい、で鎖1でこの1個目を飛ばして2個目のところ、ここに爪を引っ掛けてですね、こう入れます。はい、方眼編みですね。2段目と同じです。で鎖1で1つ飛ばして、でこの鎖の1個目、ここがちょっと取りにくいんですよ。で、ここに爪がね入れまして、下の裏山ですね、裏山に爪を引っ掛けるとこう2本取れるので、ここを持ってきます。はい、で2本と、で鎖1、よいしょ。はい、でここ1個飛ばしてまた、玉編みの頭ですね、で長編みで鎖1でこれを飛ばして、最後のこのマーカー入ってるところですね、ちょっと取りにくいので外して、はい、編めました。1、2、3、4、5、6編みまして、この1段目から6段目をこれをリピートしてですね、4セット編んでいきます。ここが1段目ですね。2、3、4、5、6、ここまでですね。で、1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6、はい、1、2、3、4、5、6と編んでいます。で、6まで編んだら、後ほど説明しますが、開けてっていう感じで長編みを1段飛ばしているんですけども、2、3、4、5、6ですね。で、1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6っていう感じでずっと編んで4セット編んでいます。はい、それでは模様編みを4セットずっと、編んできたんですけども、ここから背中の部分を広めに取って、またここに表につなげていくっていう感じで編もうと思っていますので、次の5セット目を編む一番最初の長編みを82目編んだところまで来ました。ここからこう戻っていって7段ほど付け足して、これぐらい幅をつけたいなって思っています。ですので、ここはこれで今83目目の長編みになるんですけども、でその次の段、こう7段、この7段を長編みと方眼編みの交互に編んで、7段分、7段目が長編みになるように、長編み方眼編み、長編み方眼編みっていう風に編んでいこうと思います。では編み地を繰り返して、次は方眼編みを編んでいくんですけども、同じです。立ち上がり鎖3で大丈夫です。立ち上がり鎖3ですね。はい。で、鎖を1個もう1個編んで飛ばして、こう飛ばして、次3目目の頭に長編みで鎖で1個飛ばして、5目目の頭に長編みっていう感じで、はい、ずっと編んで7段分編んでいきたいと思います。それではこちらの中央の部分をちょっとだけこう幅を出したんですけども、7段分の83目、長編み方眼、長編み方眼、長編み方眼、長編みと7段編んできて、ここからこっちの前身ごろの方に鎖編みでつないでいきたいと思います。はい、このままですね。では43目鎖編みをこのように編んでいって、でこの44目目の頭のところにつなげていこうと思います。では鎖編みしていきたいと思います。はい、それでは43目鎖編みをしてきましたので、このマーカーをした部分の横を1目と数えて、ピーッとここからここが44目目なので、44目目のマーカーのところにこの柱の頭に引き抜きをするんですけども、これがねじれていないかちょっと確認を
しまして、ねじれがないようにで持ってきて引き抜き、はい。で今引き抜いた頭、ここが44目目なので、ここにマーカー入れておくと分かりやすいかなと思います。はい。では次はもう同じように引き抜き編みをしていきます。はい。こんな感じでどんどこ頭と、その横方眼の空白の部分はもうここに直接入れて引き抜いてます。はい。引き抜きって感じで、はい。ずっとこっちの最後まで引き抜いていきたいと思います。それでは引き抜き編みがあと2目ですね。1で最後はここですね、2目最後まで編めました。では目地をひっくり返しまして、立ち上がりですね、普通に鎖3目で大丈夫です。はい。で鎖1でこの柱があるところの上のちょっと寝てるんですけど、この寝てるこの引き抜いたこの2本ですね、これを取って方眼編みをずっとしていって、で鎖のところまで編みたいと思います。それでは先ほど鎖編みを編んだところまで来たので、ここも方眼編みでそのまま続けたいと思います。今鎖を1したところなので、次は裏山に爪を引っ掛けて上2本取ります。で長編み、はい、鎖1で次の裏山を1個飛ばして、その次の裏山に引っ掛けて上向けると2本取ってるので、はい、これで長編み、はい、っていう感じでずっと拾っていって、ここもずっと方眼編みをしていきたいと思います。この方眼編みが2段目の編み方になりますので、6段目の編み方まで編み、その後は1段目から6段目を3セット繰り返して合計23段になります。最後の段に1段目の長編みを編むところまで編んでいきます。それではですね、全部編み上がりました。編み上がったんですけども、こっちが後ろ身ごろ、後ろはですね、長編みからスタートして方眼長編みなんか V で玉編みで方眼で長編みっていう感じで、長編みから方眼までの6段、これを4セット編んでから方眼の上に長編みを編んで、長編み方眼長編み方眼の段を7段編みまして、また方眼でスタート、方眼長編み V 玉編み方眼長編みっていう、この同じセットですねで編んでいくっていう感じになっているんですけども、最後は方眼の上に長編みをして終わり。それではですね、ここが表身ごろの裾なんですけども、ここから56目のところにマーカーをしています。56目の柱の横、ここの柱から56個分を数えた柱の上の頭にマーカーしています。で、ここがアームホールになるんですけども、このアームホールもサイズお好みがあると思うんで調節をしていただきたいんですが、私の場合はここが34センチ空いていて、こう半分にするので17センチになるようにくっつけていこうかなっていうふうに思っています。こちらも同じように56目と56目でマーカーつけたんですけども、どちらも少し後ろ側がこれだけ短くなるようにマーカーしています。その辺はちょっとお好みで前後していただいて大丈夫だと思うんで、こういう感じでつながるんですけども、これぐらいスリットを入れようかなって思っているので、閉じるのはここまでっていうことで閉じていきたいと思います。中表に合わせて閉じていきます。私の場合はこのちょっと盛り上がってる部分があるのが裏側ですね、したいと思っているので、こんな風に合わせます。
でここからビーッとつなげていって、下から10目分ですね、表の方の10目分を開けたいと思っています。スリットですね。4、5、6、7、8、9、10と、はい、ここをちょっとマーカーしておいて、ここからここまでつなげようと思います。はい、マーカーしているところとマーカーしているところ、はい、くくってもいいですし、引っ掛けてくるだけでもいいんですけど、引っ掛けてくるかな。よいしょ、引っ掛けてきます。私今回4本取ってますね。はい、でちょっと鎖でキュッと締めて、でもう次の目に行こうと思います。2本2本取りますね。手前と奥2本で、これちょっと巻き込んで細編みしていこうかなと思います。強いかなと思うんで、その方が、はい、ちょっとわかんないですけどはい、こんな感じで、もう細編みです。よいしょ、2本取れない。こっち側ね、作り目なんでちょっと取りにくいですね。こっちも2本取って、はい、細編み、こういう感じでずーっとね、この10目余るまで編んでいこうと思うんですけど、裏側どうなってるか見ますか。もうなんかね、こんな感じでつながっていくので、両サイドつなげていこうと思います。で出来上がりはこんな感じになります。ウェアでもざっくりと編めて、増し目っていうのはしていなくて、一応まっすぐ編んだだけっていう感じで仕上がっています。よかったら編んでみてください。ではマネキンに着せて動画を撮って終わりにしたいと思います。サイズは横に表記させていただきます。今回使用したリサイクルコットンは前回のタンクトップでもお知らせした通り、編んでて左手にチクッと感じることがあります。ですので、お肌にチクチクするのが気になるとか、そういう場合はセリアさんのトロピカルコットンぐらいの太さだといけるかなっていうぐらいですかね。糸をちょっと変えてみるなりアレンジの方お願いします。で、脇の下の開き具合とかも丈とかもお好みで変えてみてください。本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンの方をポチッと押していただけますと励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではおりんでした。さようなら。